皆さんどうもこんにちは、谷之助です。今回は水滴の書き方3選ということで、初級、中級、上級に分けて詳しく解説します。初級編では水滴の見え方と基本になる書き方について説明します。中級編はその応用、いろいろな場面で使える素材を作るという視点で書き方を説明します。それから上級編、リアルな水滴を書いていきます。どのような手順で書くのか、ポイントは何か、具体的に解説します。このチャンネルでは、こういった内容の動画を配信しています。役に立ちそう、見たいと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、スタート。まずは、水滴の見え方について簡単に説明します。光がこちらから来ているとします。そうすると、こちら側が暗くなります。この反対側は、光を受けて明るくなります。普通は逆ですよね。光を受けているところが明るくて、反対側が暗くなります。水滴は透明なので、中で光が屈折してこのように見えるのです。そしてここには水滴自体の影ができます。影の中に光の反射が作られます。そしてハイライトがここにできる。これが水滴の見え方です。では書いていきましょう。ブラシはピクセルブラシの汎用からハード円を選びます。このブラシでなくとも色を均一に塗りつぶせるものなら何でもいいです。色はこのくらいの暗いグレー。ブラシのサイズもこのくらいにしておきます。楕円をフリーハンドで描いて中を塗りつぶします。塗り残しがないようにしましょう。できたら選択します。選択ツールから自動選択を選びます。グレーに塗りつぶしたところをタップ。そうすると、グレーの部分が一括で選択できます。消しゴムからソフト円不透明を選びます。ブラシのサイズはこのくらい。突然消し始めるのではなく、優しく徐々に消し始めます。最初に話した水滴の見え方を意識しながら消していきます。筆圧を徐々に強くしていって、明るい部分を作るように消していきます。こんな感じでいいでしょう。次に選択範囲を反転させます。選択オプションの中の選択範囲を反転をタップします。選択範囲が反転されたので、水滴の中以外の部分に絵を描けるようになりました。ピクセルブラシの汎用からソフト円不透明を選びます。サイズはこのくらい。小さめにします。色は先ほど使ったのと同じグレーです。水滴自体の影を描いていきます。こんな感じでしょうか。色を白にしてブラシのサイズを少し小さくします。これで影の中に光の反射を描きます。最後にハイライトを描きます。ブラシをハード円にしてサイズを調整。はい、できました。どうでしょうか。とても簡単に描けたのではないかと思います。このやり方で形や色を変えていろいろな水滴を描いてみるととても楽しいですよ。ではこのやり方を応用して中級編にチャレンジをしましょう。では中級編、いろいろな場面で使える画像素材として作ってみましょう。まずは背景を作ります。塗りつぶしツールを選んで色はこのくらい。どこでもいいので画面をタップするとグレーに塗りつぶされました。新しいレイヤーを作って水滴を描いていきます。ブラシはハード円。色はこのくらいのダークグレーにします。形を描いたら塗りつぶす。これを繰り返して水滴を一つずつ描いていきます。大きさや形が一緒にならないようになるべくバラバラのものを描いていきましょう。垂れた水滴も描きます。ここまで描きました。ではこれらに表情をつけていきます。そのためにまずグレーに塗った水滴をすべて選択したいと思います。選択ツールの自動選択で水滴以外のどこかをタップすると水滴以外の部分が選択されました。この選択範囲を反転させます。そうすると水滴がすべて選択されました。消しゴムの
ソフト円不透明を選びます。サイズはこのくらい。流量も半分くらいにします。流量とはその強さや濃さといった意味合いでしょうか。初級編でやったように消していくことで水滴の表情を作っていきます。垂れている水滴の表情はこのような感じにします。できたら影を描いていきます。選択範囲を反転させます。ブラシはソフト円不透明を選びます。同じ形で影を描いていきます。これに明るい部分を描き足します。選択範囲をまた反転させます。ブラシはそのままで色を白にします。では描いていきます。できました。ハイライトを描いていきます。ブラシをハード円にして白で描いていきます。最後に影の中に光の反射を描きます。ソフト円不透明のブラシのサイズを小さくして白で描いていきます。はい、できました。ではこれを画面いっぱいに展開していきます。レイヤーを複製します。拡大縮小移動ツールで移動して少し変形させます。できたらレイヤーを結合します。結合してできたレイヤーをまた複製します。それをまた移動して変形させます。できたら重なった水滴を消します。そしてレイヤーを結合したら完成です。この素材のポイントは透明部分があるということです。背景を非表示にしてみましょう。このような透明素材ができました。ではここに別の素材をはめ込んでみましょう。配置から写真を選択すると iPad の写真アプリに保存されている画像を配置することができます。すると新しいレイヤーに配置されます。大きさなどを調整して完了します。画面からはみ出していますね。これはこの画像を写真として認識しているからです。このレイヤーをピクセルレイヤーに変換させると画面サイズに収まりました。では最後に水滴レイヤーを背景になじませたいと思います。レイヤープロパティの描画モードからハードライトを選びます。どうでしょうか？水滴が背景の色を反映して馴染みましたね。この水滴素材を応用すれば様々なシーンに活用できそうですね。皆さんも自分のアイデアでどんどんアレンジして自分にとって使いやすい画像素材を作りましょう。上級編では私の絵の描き方を紹介します。これが素材写真。家にあるただの蛇口ですが、これを完全模写します。まずは下書きをしています。ブラシは鉛筆。私が下書きの時に気をつけていることがあります。それは画面を拡大しないこと。拡大するとどうしても細かいところが気になってしまいます。下書きでは引いた目線で全体を大きく俯瞰しながら描くことを心がけています。下書きができたら線画を描いていきます。下書きレイヤーの不透明度を下げて新しいレイヤーを作って描いています。ブラシは鉛筆。下書きの時に使った色とは違う色で描いています。線画では画面を拡大して細部をよく確認しながら描きます。この時に水滴の中の表情をよく観察しています。これはここが反射して映っている部分とか、この光はこの部分の反射とかですね。そんな感じでよく観察することで、この先どういう風に描いていこうかと計画を立てています。色の下塗りをしています。ボケている部分のところはソフト円不透明のブラシ、それ以外はマーカーで色を均一に塗っていきます。下塗りではレイヤー分けを考えながら進めています。
どのようにレイヤーを分けておけばこの先効率がいいのか、絵の組み立て方も同時に考えて色を塗っています。ちなみに今回はこのようにレイヤーを分けました。背景、蛇口の平たい部分、蛇口の側面と平たい部分への映り込み、水滴。特に蛇口の平たい部分を別のレイヤーにしておきたかったんですね。この部分には綺麗なグラデーションをかけているので、間違って何かを書き込んでしまった場合、修正がとても難しいからです。書き込みをしています。ブラシは鉛筆とソフト円不透明。書き込みでは部分的に仕上げていくようにしています。全体的にまんべんなく書き込むのではなく、部分的に書き上げていく。一部分を書き上げて、そこで仕上がりの密度とクオリティを確認する。その内容で良ければ、この先どれくらい時間がかかりそうか予測ができる。そうすると作業全体の終わりが予測できる。そうすることで長時間作業のモチベーションを維持する。これが私のやり方、絵の書き込み方です。ところで、今回の絵で一番気をつけていたことがあります。それは、自分が今何を描いているのかしっかりと理解をすること。いや、それは当然でしょと思われるかもしれません。しかし、このモチーフはほとんどのものが歪んでいて、パッと見何かわかりません。まず、この蛇口にはいろいろなものが映り込んでいます。鏡や照明、壁、天井、それらに取り付いている様々なもの。蛇口の表面は湾曲して歪んでいるので、それらは一見何なのかよくわかりません。そしてその蛇口の上にある水滴の中では、全てがさらにぐにゃりと歪んでいます。よく見ても、今一つ何なのかよくわからないものばかりです。それらをなんだかよくわからないけどそのまま描くということはしません。多分これはあれが映り込んでいて、さらに歪んで見えているに違いないと想像しながら描く。このことがリアリティを生むのだと思っています。よくわからないけど描くというのと、自分は今何を描いていると理解して描くのとでは、ディティールの説得力が違ってきます。初級編の最初に水滴の見え方をお伝えしました。このように描くと水滴に見えるというもので、それらを応用して初級、中級編を考えました。そのように水滴を形式化した方が描きやすいし、応用しやすいからです。ただ本当は水滴の見え方というのはもう少し複雑です。実際水滴は周囲のいろいろなものを映し込んで歪ませます。その歪み方も水滴の大きさや形、厚みによって様々です。ここで共通しているのが、水滴の中では全てが上下左右反転しているということです。蛇口の表面に映り込んでいるものの関係性とは逆転しているんです。ここを見てもらったらわかるんですけど、これが壁についている鏡で、その上に照明がついているという関係性です。それが水滴の中では逆になっています。わかりますか？こういった決まりのようなものがわかれば、それが何か理解できます。また、この辺はきっと蛇口のハンドルです。自分で撮影した自分の家の蛇口。構造はよくわかっているつもりです。それが水滴の中では逆転してさらに歪んでいる。ものすごく歪んでしまっているけど、これはハンドル。そんな風に物を見ながら理解してディティールを描こうとしています。水滴の中に映り込んでいるもの。それが何なのか、どうしてそう見えるのか、自分なりに理解をして描く。そうすることで説得力のある絵を描くことができるのだと思います。ということで、絵ができました。今回は水滴の描き方3選ということで、絵の描き方を紹介しました。水滴は人気のある絵のモチーフです。初心者の方も初級編から始めて中級編にチャレンジしてみてくださいね。中級以上の方は上級編のものの見方が何かの参考になれば嬉しいです。今後も再現性が高く、いろいろな場面で応用できる素材の描き方を紹介していきたいと思います。これは使える、役に立つと思ったらチャンネル登録をして通知をオンにして次の動画をお待ちください。こんな素材の描き方が知りたいという方はコメントで教えてください。最後に
今回の動画が良かった、役に立ったと思ったら、ぜひ高評価ボタンを押してくださいね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。